皆さんこんにちは。菊の丸ガレージにようこそ。今日はこの後ろの CRG ですけども、今ご覧いただいたように右側のヘッドライトのスモールランプが消えています。正確には一瞬点灯しますがすぐ消えてしまいます。事前にホンダに行ってそのスモールランプが消える原因って何なのかっていうのも一応確認はしたんですけども、車を持ち込んでもらって一つ一つその原因を探っていかないとわからないということなんで、私の場合電気系統がテスターでいろいろこう調べながら行くっていうのがいまいち苦手なので、もう実際に空割りをやってみてそれで、治ればラッキーっていうような形でやってみたいと思います。結果治るかどうか分かりませんが一生懸命頑張りますので、どうぞ最後までご覧ください。よろしくお願いいたします。最初にバンパーを外します。その様子は以前撮影した動画をご覧いただきます。今から上部にある7つのクリップを外します。ゴムの下にも一つクリップがあります。次にバンパーの下のクリップを外します。こういったところですね。ここにですね、プラスのネジがあります。で、これ左右にあるので、プラスのネジが2個と、このクリップは確か10個あったと思うので、地道に外していきます。ちょっと狭いところなので、外すところの動画は省略させていただきます。こんな感じで作業をしています。バンパーを留めているクリップが全て外れました。上っ側が7個、下っ側が10個、それにネジが2個です。で、このクリップの外し方なんですが、クリップはこの頭が押し込まれると、ここのタコの足みたいなのが広がるようになってます。で、それで抜けなくなるので、このクリップを外すにはまずこの中側のやつを少し上に持ち上げる必要があります。で、それを使うのがこの工具なんですが、ここが盛り上がっててなかなか入りづらいので、私の場合はですね、先端が尖ったマイナスのドライバーをここに差し入れて、これ少し浮かします。少し浮くとこれが入るので、これを押し込んでやって、あとはテコの原理で持ち上げてやります。ここがちょうど支点になってテコの原理で持ち上げやすくなってます。で、これを持ち上げてやるとこのタコ足がしぼむようになりますので、一度持ち上げた上で、次はこの本体の方に差し込んでテコの原理で持ち上げる。するとこのクリップは外れます。で、ただこの時に少し気を使うのが、これ強引にやるとここの足が折れてしまうんです。強引にやってもやらなくても折れるもんは折れると思います。これ劣化によって脆くなってますので簡単に折れるんです。ですから私の場合はこう持ち上げる時にちょっとこじりながらですね、ゆっくり持ち上げるようにします。それでも今回ここですね、これ1箇所足を折ってしまいました。もうこれ必ず折れると思っててください。で、上はですね、一度バンパー交換した時に全部交換してますので全く折れなかったのですが、下は1本だけ折れてしまいました。事前にプラスティリベット、これを用意しておくといいと思います。私が使っているのはこの、適合メーカーホンダですね。で、タイヤハウスって書いてあるんですけども、3831で適合穴径 10mm、 これを使用しています。ご参考までに。タイヤハウスにあるネジを2箇所外します。
反対側も同じように外します。バンパーを留めているネジとクリップがすべて外れたので、バンパーを外していきます。最初にこちら側フックがここに2箇所ありますので、このフックを外して少しバンパーを下に下げてやります。バンパーを爪が留めていますので3箇所、この爪を丁寧に外していきます。外れました。同じように反対側を外します。爪、先ほど3箇所と言いましたが4箇所ですね。この辺に爪があります。1、2、3、4。フォグランプの配線がありますのでカプラーを外します。このクリップを押して下に押し込んでやると外れます。バンパーの次にヘッドライトを止めている3本のボルトを外します。今ご覧いただいている画像は左側のヘッドライトですが、右側のヘッドライトを止めるボルトも左側と対称の位置にあります。ヘッドライトが外れたので、今からこのクリアガラスを養生します。特にこういう出っ張りのところ、こういったところは擦れる恐れがあるので入念に養生しておきます。ヘッドライトの台座になっているプラスチックを外します。養生が終わりました。今から空割りを始めます。やり方は手に持っているヒートガンを使ってライトカバーを留めているブチルゴムを溶かします。多分70度とか80度とかかなりの高温に温めないと取れないので、一生懸命温めます。だいぶ温まりました。これが溶けてきたブチルゴムです。ヘッドライト本体とカバーを留めているネジは5本あります。一つ一つ外していきます。マイナスドライバーを差し入れると少し浮きました。力任せに引っ張ってみます。徐々にですが開いてきています。温めたり引っ張ったりを繰り返します。マイナスドライバーを差し入れていますが、
あまり強く差し入れるとプラスチックを傷める恐れがあります。参考にされる場合は気をつけてください。マイナスドライバーを使ってブチルゴムを取り除いていきます。やりました。めちゃめちゃ嬉しい瞬間です。やっと空割りができましたので、今からスモールランプの基板を外します。正面に見える3つのネジを外します。次に基板の裏側にある3つのネジを外します。この3つある基板の配線ですが、この一番手前のやつ、ここが削れています。で、今回はこれが原因かどうかは分かりませんが、ここが削れてるので修理をして再度点灯するかどうか確認してみます。修理の方法はハンダ付けで行います。削れて浮いてしまった足を再びハンダで固定します。ハンダ付けが完了しました。次に原因を取り除きます。画像では分かりづらいと思いますが、一部干渉しているところが変色しています。この部分をリューターで削って干渉しないようにします。少し広めに削りました。対策が終わったので組み立てて実際に点灯するかどうか確認します。今から点灯試験をします。ドキドキします。お、つきました。配線の断線が原因だったようですね。よかった。2、3回オンオフを繰り返してみます。大丈夫そうですね。今から空閉じを行います。実は空閉じも結構な重作業です。今から行う作業は古いブチルゴムの除去です。これが残っていると空閉じした時に
その隙間から雨が侵入してくる可能性があるので、できるだけこのブチルゴムを取り除いて、新しいブチルゴムで空閉じを行います。粘度の高いブチルゴムを取り除くのは本当に重労働です。ただし、これをしっかり行っておかないと、薄いが入る原因になるので、根気強くブチルゴムを取り除いていきます。やっとこれでブチルゴムの取り除きが半分完了しました。次は、ライトカバー側についたブチルゴムを取り除きます。すごい時間かかりましたが、ライトカバー側のブチルゴムのおおむね取ることができました。今から新しいブチルゴムを入れます。このブチルゴムは Amazon で買ったんですが、私の知る限りこの灰色のブチルゴムしか売ってないです。近くのホームセンターも何軒か回ったんですが、ホームセンターではこのブチルゴム自体が売っていなくって、 Amazon で探してもこの灰色しかないんです。けど CRG っていうのはヘッドライトを車につけてしまえばもう全く見えないところなので、灰色でも問題はないです。こちらのブチルゴムは根元のところにアルミの防湿剤が入ってます。アルミの薄い皮ですね。でそれを打ち抜く必要があります。はい、これでブチルゴムが出るようになりました。こんな感じですね。じゃあ今から充填します。ブチルゴムの充填が終わったので、ヘッドライトカバーを取り付けます。力いっぱい押し込みます。5本のネジでヘッドライトカバーを固定します。一応空閉じの方は終わったのですが、一度空割りをするとどうしても隙間ができてしまいます。念のために水が入らないように、ここにもう一回ブチルゴムを充填します。そのために養生テープで余分なところにブチルゴムがつかないように養生しておきます。
ぼ1日かけてスモールランプの修理が完成しました。聞くとこによると、ディーラーの方に持っていくともうヘッドライトごとアッセンブリ交換になるので、だいたい7万円とか8万円とかの費用を請求されるそうです。でさらには片方だけ新しくなると片方が黄ばんでたりするので、ディーラーによっては両方交換を勧められるらしいです。で今回、実際に自分で修理してみて治るかどうかっていうのはやってみないと分からなかったんですけども、結果的には治ってよかったです。今日ね、熱中症アラートが出てます本当に辛い、修理だったんですけども、ご覧いただいたら分かるように、とにかくブチルゴムを温めないといけないので、冬場にやるとその温めるっていう作業が大変なので、やっぱりこの今日ぐらい35度を超えるような炎天下でやる方が作業としてはやりやすいはずです。今日のですね、修理のポイントはとにかく根性です。空割りも徐々に温めいって少しずつ開いていくので、最初のうちはね、本当に開けられるのかなっていうぐらいちょっとしか動かないので辛いんですけども、やっていたら必ず剥がれると思います。それよりも辛いのが、古いブチルゴムを取り除くっていう作業が、これが地味に辛いんです。1時間2時間ぐらいはかかるというふうに思っとってくれた方がいいです。でここをきちっとやっておかないと、次空入れをした時に多分雨が降ると、そこから雨が侵入していってヘッドライトが曇る恐れがあります。でこれもひょっとすると曇ってしまうかもしれないんですけども、それでも8万円かけてさらのヘッドライトするよりも、自分でやったっていうのでやりがいもありますので、今日はめちゃくちゃ満足してます。是非ですね、グッドボタンいただけると、私としては非常にありがたいです。もう一つ言い忘れましたが、この症状が出るのは初期型だけです。後期型のやつはここの LED の数が多くなって、その対策もされてると思うので、スモールランプが切れるという話は聞いたことはないです。ですからこの前期型はもう構造上の問題で、多分どんな車両にも起こりうる構造上の問題だと思っているので、もしこれが出てしまった方はですね、もう諦めてディーラーでさらにするか、根性で自分で直すかやっていただければと。費用的には私の場合はハンダとかヒートガンを持っているので、ブチルゴムの購入だけで修理ができます。でだいたいブチルゴムの購入が1000円ぐらいで売ってると思いますので、チャレンジする意義はあるかなというふうに思ってます。今日はここまでとなります。最後までお付き合いいただきどうもありがとうございました。